突然ですが、皆さんはキーボードの左側に点キー置いてますか？置いてない？たったこれだけの大きさなのに置くだけで数字入力が数倍快適になって、しかも数字入力だけじゃない様々な PC 操作がこれまでよりも圧倒的にやりやすくなる、あの点キーを置いてないというわけで、今回はなぜ点キーはキーボードの左側に置かなければならないのかという理由をお伝えしつつ、僕が現在使用しているめちゃめちゃグッドな点キーをご紹介します。そもそも点キーをキーボードの左側に置くとは一体どういうことなのでしょうか。まずキーボードには点キーと呼ばれる部分が搭載されているタイプのものがあります。キーボードの右端部分についている数字キーだけが集まったような部分のことです。しかしながらキーボードに搭載されている点キーというのは必ずと言っていいほどキーボードの右側に位置していますし、むしろ現在では点キーが搭載されていないタイプのキーボードの方がよく見かけるような状況です。それこそ今この動画を見ているあなたが使用しているキーボードも点キーってついてないんじゃないですか？そこで完全に点キーのみが搭載されているこんな感じの別添え点キーを用意して、普段使用しているキーボードの左側に置いてあげる。これが点キーをキーボードの左側に置くということなのです。ではなぜ点キーをキーボードの左側に置かなければならないのでしょうか。それは左手一本で数字入力ができるようになるから。通常点キーが搭載されていないタイプのキーボードで数字入力を行おうと思った場合、数字キーは一体どこにあるのかというと、アルファベット部分の上側に1列ずらっと並んでいるような状態になっています。要するにめちゃめちゃ横長。そのため数字を入力しようと思った場合に片手だけで全てを押そうとするのはすごく大変です。なので大体は1から5までは左手、6から0までは右手という感じで両手を使って入力しますよね。これ両手をしっかりとキーボードに置いてがっつり文字入力をしている場面ならそこまで気になるポイントではないのですが、ちょっとパスワードを入力したい、ちょっと電卓を使いたいなんていう場面ではいちいちキーボードに両手を添えてあげないといけないので、ものすごく面倒。そこで登場するのが点キー。点キーに搭載されている数字キーは一体どんな感じになっているのかといえば、縦4キー×横3キーという感じでかなりバランスの良い縦長状に配置されています。そのためここに左手を添えてあげれば、もはや両手を使うことなく片手1本で全ての数字キーを入力することができてしまうのです。だからこそ点キーというものを用意するだけで数字入力を超快適に行うことが可能なのです。ここで今動画を見ているあなたはこう思ったかもしれません。それ点キー付きキーボードでもよくない？確かにわざわざ別添え点キーを用意してあげなくとも、最初から点キーが付いているタイプのキーボードを用意してあげれば右手一本で数字入力をすることはできそうですよね。ただし僕は断然点キー付きキーボードよりもキーボードの左側に別添え点キーを用意してあげる方がおすすめです。というわけでここからはなぜ点キー付きキーボードではダメなのかという理由を2つお伝えします。理由 ①、右手の作業量がものすごく多くなってしまう。そもそも我々が PC 作業を行うとき、基本的なフォームとしては両手をキーボードに添えて文字入力をしつつ、マウス操作が必要なときは右手をマウスに持ち替えてグリグリとカーソルを動かすような状態になっています。つまり仕事量として左手は常にキーボードの上を動くことはない一方で、右手はキーボードの上とマウスの上を行ったり来たりしなければならず、すでに右手の方が仕事量が多く割り振られているのです。この状態で仮に点キー付きキーボードを導入して右手で数字入力も行うことになってしまった場合、左手は相変わらずキーボードの上に鎮座し続けるだけなのに対して、右手はキーボードの上に居つつマウス操作がしたくなったらマウスの上に移動して、またキーボードの上に戻ってきて、数字入力がしたくなったら今度は点キーの上に行ってまたいつもの場所に戻ってきてというように、右手の作業量があまりにも多くなってしまい、むしろ作業のペースが遅くなってしまう可能性があります。しかしながらキーボードの左側に点キーを添えてあげることができれば、これまですごく暇を持て余していたように見える左手に数字入力をするという新たな仕事を割り振ることができるので、右手はキーボードとマウスを行ったり来たりする一方で、左手はキーボードと点キーを行ったり来たりすることができ、これまでよりも効率よくキーボード入力を行うことができるのです。
理由②、自然な姿勢から離れた状態になってしまう。ここで今から PC に向き合って何かしらの文字入力をするという場面を想像してみてください。自分の正面にはちょうどキーボードが鎮座していて、その右側にマウスが添えてあるというような状態です。この場合、マウスを操作する際には少し右肩を外に開くようにしてマウスを操作することになります。そのため、もしも正面にあるキーボードを点キー付きのものに変えた場合、キーボード本体の横幅はさらに長くなり、マウスを置いている位置というのも当然右側にずれていくことになります。すると、マウスを握りたいと強く願った時、その距離に比例してどんどんと肩を大きく外に開いた状態で作業することにならざるを得ません。しかしながら我々人間の自然な姿勢というのは決して肩を開いた状態ではありませんよね。例えば今僕が自然な状態で立ち姿勢を取ろうと思った時、左右の腕はピタッと体の側面にくっつけるような状態になります。この姿勢は力を抜いて肩が締まっている状態です。では今度は腕を左右に上げてみます。この状態だと肩が思いっきり開いている姿勢ということができるわけですが、この姿勢を維持するためには当然肩や腕に力を入れる必要があります。僕もこのままだとすごく疲れます。つまり何が言いたいのかというと、点キー付きのキーボードを選んだ場合に本体のサイズが横長になる分、操作をする際には肩を開いた姿勢で作業をしなければならなくなってしまうので、体に余計な力が入ってしまい、長時間作業をしていると体が疲れたり痛くなったりしてしまうということです。そこでキーボードの左側に点キーを添えてあげるのです。すると、キーボードそのものが横長になることはないので、マウスを操作する際に大きく肩が開いてしまう姿勢になることを防ぐことができ、結果として長時間の PC 作業でも疲れを感じづらく、より快適に行うことができるのです。というわけでここまで点キーをキーボードの左側に置く理由について長々とお話ししてきましたが、実は他にも独立したタイプの点キーを用意しておくことで得られる嬉しいポイントがいくつかあります。例えば左手デバイスとして活用できる。具体的には動画編集ソフトなんかでショートカットを割り当てることで、まるで点キーを動画編集するときによく使うショートカットキーだけが搭載された最強マシンのような感じで使うことができるようになります。僕の場合は特にPC で絵を描くときによく使用しています。僕が PC で絵を描く際にはデスクの正面に置いている液タブを手前まで近づけるのですが、この状態だともはや手前にキーボードなどを置くスペースというのは全く残っていません。しかし点キーであればかなりスリムな形状をしているので、液タブの横にちょんと添えてあげることが可能であり、ものすごく快適な姿勢で楽しく絵を描くことができるのです。また他の嬉しいポイントとしては PC のロック解除が爆速になる。基本 PC のロックを解除するためにはキーボードを使ってパスワードを入力しなければならないのですが、僕は Windows ユーザーなのでパスワードの代わりとなるピンと呼ばれる番号を設定してあげることによってスマホのように数字のみでロックを解除することができるようになります。そこでキーボードの他に独立した点キーを用意してあげることで、もはやこれまでのようにキーボードに両手を添えて丁寧にパスワード入力をしてあげる必要はなく、点キーの上に左手を乗せてサクサクっとロックを解除することができるようになるのですね。快適でしょ？というわけで、この動画を見ているあなたも独立した点キー左側に置きたいとなってしまったところで、最後に僕が現在愛用している点キーをご紹介します。それがこちら、マイクロソフトナンバーパッド。見ていただいている通り、ものすごくコンパクト。横から見てもこの通り、とんでもなく薄いです。なので、もはやケーブルを差し込む部分すらありません。ということで、こちらは Bluetooth 接続をして使用するタイプのワイヤレスな点キーになっています。点キーを増やしてもケーブルは増えないということですね。そしてキーについてもものすごく薄型で、ノート PC のようなパンタグラフ方式のスイッチになっています。ただ、打ち心地は意外と押し応えがあって気持ちいい。Bluetooth 式なので使用する際には裏側のスイッチで電源をオンにして使用することになりますが、しばらく触っていないと自動的にスリープモードに切り替わるため、ずっとデスクの上で使用する分にはいちいちスイッチを切り替える必要はありません。その代わりスリープ時から立ち上げる際にはほんのちょっと時間がかかります。イメージとしてはキーを入力してから2、3秒くらい経ったところで入力したキーが反映されるというような感じです。なので立ち上げに時間がかかってストレスが溜まるということはそんなにないです
ですね。そして個人的に嬉しいのが、こちらの天気、なんと完全にマクロキーボードになるんです。マイクロソフトマウスキーボードセンターというアプリをインストールすることで、こちらの天気にあらゆるショートカットを割り当てることができるようになります。なので、好きなキーストロークを割り当ててもよし、アプリの起動を割り当ててもよしという状態なのですが、さらに使用しているアプリケーションに応じて自動で割り当てているショートカットというものを切り替えてくれます。例えば普段はごく普通の天気モードなのですが、動画編集ソフトを使っている時には動画編集用のショートカットキーボードに切り替わってくれるし、一方でイラストソフトを使っている時にはお絵描き用のショートカットキーボードに切り替わってくれるという感じです。つまりこの天気1台で数えきれないほどのショートカットを実行することができちゃうのです。なので天気を探しているという方におすすめしたいのはもちろんのこと、何か左手デバイスというものを導入したいという方にもものすごく役立つアイテムになると思います。というわけで今回はなぜ天気をキーボードの左側に置くのか、なぜ天気付きのキーボードではダメなのかというお話をしてきました。ぜひこの動画を最後まで見てしまったあなたは今すぐ独立したタイプの天気を用意してキーボードの左側に添えて幸せな PC ライフを今日から始めてみてはいかがでしょうか。この動画が良かったと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にも Twitter とやっておりますのでフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。